皆さん、こんにちは。藤です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるくお話ししていきます。年末ですね。年末というのは1年の終わり、つまり12月末のことです。12月になるともう1年終わりか、早いなって毎年思います。友達と会った時も、今年がもう終わるなんて信じられないとか、そんな話ばっかりになりますよね。誰と会っても、もう今年終わるの早くないって話している気がします。なんか、年々年を取るにつれて、時間が経つのが早くなってませんか？小さい時は1年なんてすごく長いと思っていたのに、今は気づいたら1年経っています。どんどん体感が早まっていって、100歳とかになったらどうなっちゃうんだろうって思っています。私、年末が1年で一番好きなんですよね。どうですか？皆さんは年末好きですか？年末は忙しいから嫌いっていう人もいると思います。その気持ちもわかります。確かに休みに入る前は忙しいですよね。日本では12月は師走って呼ばれたりします。由来はいくつか説があるんですが、師お坊さんが走り回るほど忙しい月だから師走になったという説もあります。昔からそれくらい忙しい月だと言われているんですね。はい。私は子供の頃から年末が好きでした。なんでかっていうと、ダラダラできるからです。学生でも社会人でも1週間ぐらいは休みがある人が多いと思います。毎年、この休みは全力でダラダラするぞって思いながら、毎日お昼ぐらいに起きて、食べて、また寝るという生活を送っています。子供の頃も年末は特別感があって好きでした。年末ってなんか親の気持ちも開放的になるのか、お母さんお父さんが厳しくなくなるんですよね。12月31日のことを大晦日って言うんですけど、私は大晦日が年末の中でも特に好きです。大晦日は夜更かししても怒られないんですね。そう。いつもは早く寝ないと怒られるのに、大晦日だけは12時、1時まで起きていてもいいので、その特別感が本当に好きでした。私の家では大晦日はテレビを見たり、家族でトランプをしたりして、毎年過ごしています。子供の頃からその時間が大好きでした。家族が全員集まる時間っていうのも大きくなってからはなかなかないので、そういう意味でもとても大切な時間だなと思います。ちなみに、いつも私の家で見ているテレビは紅白歌合戦です。これは名前の通り音楽番組なんですけど、
アーティストたちが赤と白のチームに分かれて、それぞれ歌を歌って、最後に視聴者の投票でどっちが勝つかが決まるみたいな感じです。その年に売れたアーティストとかがたくさん出てきます。あともう一つ、紅白歌合戦と並んでとても人気だった番組があります。笑ってはいけないシリーズです。この番組はいろいろあって何年か前に放送終了してしまったんですけど、とても面白い番組でした。5人のメインの芸人さんを笑わせるためにいろんな人が出てきていろいろやるっていう番組で、その5人は笑っちゃダメなんですよ。笑っちゃったらそのためにお尻を叩かれるんですね。でも皆さんわかりますよね。笑っちゃダメな状況ほど笑っちゃうんですよ。はい。紅白歌合戦と笑ってはいけないどっち派みたいなのは、日本人なら一度はしたことがある会話だと思うんですけど、私の家は昔からどっちも派でした。紅白歌合戦って事前にタイムテーブルが発表されるんですよね。だから自分たちが見たいアーティストの時だけ紅白を見て、それ以外の時間は笑ってはいけないを見るみたいなずるいことをやっていました。はい。今年は紅白歌合戦一筋で楽しみたいと思います。あと、年末といえば年越しそばです。そばって長いですよね。だから、長生きできますようにっていう願いを込めて、蕎麦を大晦日に食べるっていう文化が日本にはあります。これも私が大晦日を楽しみにしている理由の一つです。私の家では夜食として蕎麦を食べます。時間で言うとだいたい11時ぐらい。年が明ける直前ですね。普段は夜ご飯が終わった後に何かを食べることはないので、これもすごく特別な感じです。これは私も知らなかったんですけど、年越しそばは12月31日中だったらいつ食べてもいいんだそうです。でも、年が明けた後に食べるのは縁起が悪いみたいなので気をつけてください。あとは、大掃除も年末にやる人が多いと思います。年末の大掃除では、1年間で溜まった汚れやホコリを取り除いてきれいにすることです。昔は神様を迎えるためとかそういう理由があったそうなんですが、今の人はそれよりも新しい一年になる前に家の中をすっきりさせておきたいという思いから掃除をしていると思います。大規模な掃除をする時間なんて普段はなかなか取れないですしね。はい。ちょっと長くなりましたが、今日のエピソードはここまでです。どうでしたか？日本人の年末の過ごし方はこんな感じです。皆さんの国では年末に何か特別なことをしたりしますか？よければコメント欄で教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。
また次のエピソードでお会いしましょう。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは皆さん、良いお年を。